こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は色々進展がありました。冒険の時間の残りがキノコ島のみとなり、塔が雲を突き抜け、そして要塞の場所を特定したところです。懸念しているのはエンダーアイが残り11個となったことですが、まあ相当運悪くなければ一つはエンドポータルに刺さっているはずです。運頼みでは全く安心できないわね。さて、ポータル見つけるまで危険なので、念のためロスとしたら超ピンチなものだけは備蓄しておきます。4分ほど螺旋階段で掘り下げて、Y 座標30切ったところで無事に要塞発見です。前作と違ってすでに地上に出てますので、要塞の宝箱に求める希少なアイテムはありません。エンドポータルのみ目指します。さて突入です。どうも洞窟と要塞がくっついているようで探索が厄介です。なんでこういう時に限って方々からゾンビが集まってくるんですか。まだいるし。スケルトンと戦っていたら後ろからクリーパーが出てきてレコードゲットチャンスとなってしまいました。よくわかりません。ただ、この時拾ったと思い込んでいたら取りそびれていてショックです。インベントリーいっぱいだったの？いえ、空きはあったのに。一つ宝箱見つけたら、エンダーパール2つ入ってました。確か初入手です。運がいいわね。あるに越したことない程度には、過去のプレイでうまく投げて生還できたことがないのがネックです。エンドポータル発見しました。モブの配置見てスポナー破壊を優先です。なんかやたらあっさりポータルが見つかったという印象だったのですが、考えてみたら今回はエンダーアイを投げて要塞を見つけ出したので当たり前でした。むしろそれが普通のはずよね。私は溶岩埋める派です。さて、ではポータルを拝んでみます。うおー一つ刺さってる。ぴったりだ。危なっかしいわね。でもいいんです。ちょうど使い切ると気分いいですから。さて、奈落に落ちることを想定してここで睡眠とっておきます。でも実は、奈落に落ちる気はさらさらなくて、むしろ意地でも奈落に落ちずエンドラ討伐を成し遂げる心構えです。つまり落ちるのね。さて、ここで中断挟んでのゲーム再開です。続きをすぐやる気になれずリアルで1日明けました。自信なさすぎでしょ。まあまずは地上のチェストの中身を回収してきます。地上までのルートは安全確保しました。慎重すぎるわよ。人事は尽くします。さて、いよいよジエンド突入直前です。ふと気づいたのですが、弓を持ってき忘れてました。予備が先ほどスケルトンが落とした弓しかありません。第2回戦は剣で戦うのね。そんな無茶な。まあ1回で討伐すれば何ら問題ありません。さていよいよ突入です。ちなみに実績はネザーがまだなので解除されません。解除はまた今度。来た。Y 座標49で、高さ制限は心配することなかったようです。さて、確かジエンドに来た直後はエンダードラゴンがすぐ襲ってくるはずですけど、陸地に足伸ばすのは1、2発当てて追い払ってからで。エンダーパール投げちゃえば？投げてもどういう放物線描いてどの辺りに落ちるのか知識がありません。でも待ってても全然来ないしもう行きましょうか。うおー、しまったじらし作戦ってちょっと危ないです。無理死ぬ。投げた方がまだ生き残るチャンスある。怖いっす。今正面からエンドラが出てきたらアウトよね。回り込まれる前に掘り抜かないと。あっさり掘り抜きました。Y 座標59で、ジエンドの地上の高さは通常世界とほぼ変わらないようですね。さて、ここまで来たら、奈落に近づかなければほぼ死ぬことありません。で、なぜかエンダードラゴンが動かないんですけど、無防備装って油断させる作戦でしょうか。
からかわれているんじゃないの？私が近づいたら動き始めました。クリスタルを狙ってて分かったんですけど、弓の腕が前作の頃より落ちてます。それまずくないの？高低差があまりないならまだ当てられるのですが、外したシーンをカットすると弓がとてもうまく見えるんですよね。このシーンが最高の出来だったのね。でもなんだかんだクリスタル壊して、エンドラの体力を半分まで奪いました。まだいくつかクリスタル残ってますがこのまま追い詰めます。残り5分の1。あと少しね。でもなんで剣に持ち替えたの？矢の節約？矢が、つきました。バカなの？でももうあと一歩ですし、剣だけで倒せば問題ないんです。それから7分粘りましたがエンドラの体力回復がダメージを上回ってます。せめてダメージ増加の剣を持っていたら、もう打つ手なしです。もう死んで矢を取ってくるしかないわね。せめて、エンドラの手にかかることなく自害します。さようなら。高さがわずかに足りなかったです。解釈つかまつられてるし。計画通りです。どこだよ。私自身のプレイスキルも含め全てを見越した計算づくプレイです。何のためにダイヤや鉄を持ってきて、そして何のためにエンダーパール2つと弓ドロップを狙ったと思ってるんですか？パールと弓は偶然でしょ。よく考えてみてください。相手はボスですよ。ドラゴンですよドラゴン。ただの炭鉱夫たった一人で立ち向かうとか不可能なんです。もう少し矢を持ってけば一人で倒せたでしょ。そこで私は考えました。そして、11人目の私と今ここにいる12人目の私がパーティープレイで倒す、という計画を練った次第です。これのどこがパーティープレイなのよ。ボス戦で後から駆けつける仲間が私というわけです。駆けつける前に全滅してたわよ。さて、ジエンドのワールドは生成済なので移転が素早いです。狙ったところでないですがワープ成功。思ったよりまっすぐ飛びますね。どうか何事もなくアイテム回収に向かわせてください。そして、無事にアイテム回収成功です。エンチャント弓は絶対回収したい。倒しました。あっさり組ね。クリスタルさえ減ってたらそんな難しくないですから。これで、ネザーによらずにエンダードラゴン討伐達成です。やりたかったプレイが一つ減ってしまいました。少し寂しいです。ところで、これでいよいよネザー解禁になるの？ドラゴンの卵を入手したら解禁です。よいしょっと。間違いないです。ドラゴンの卵を無事に入手しました。これから地獄が待ってるわね。具体的にはウィザースケルトンの頭集めだけど。今作では秒が距離銃のまま集めるので、比較的早いと思います。さて、これで取り掛かれる実績が増えました。ネザーから先の色々です。キノコ島だけ残った冒険の時間の実績解除も、いくつかの実績をこなしてからです。まあでもたった今は、やるべきことは終わりました。エンディングに向かいます。一応これで一つの区切り目ね。少しだけ、今だけでも気分に浸るのもいいものです。やっぱり嫌。早いわよ。そんなことよりエンドストーンを積みに行きます。さて、リスポーン拠点に戻ってきました。現状を整理すると、まず未入手ブロックですが入手場所が一つ減り、残ったのはキノコ島、海底遺跡、ネザーの3カ所です。冒険の時間の続きは、実績解除の順番の関係でネザーの後にします。
そうすると次はネザーか海底遺跡ね。いえ、今経験値が65まで溜まっていて、死ぬ可能性が高いことはできません。ちょうどダイヤを使い切ったところですし、ビーコン用ピラミッドの鉱石集めをある程度進めるいい頃合いです。つまりブランチマイニングね。ドラゴンの卵の設置場所に少し悩みましたが、ここにします。また変な場所に。岩盤が似合うじゃないですか。さて、経験値的に絶対死ねない状況で塔のてっぺんにやってきました。まだ途中のツルが伸びてなかったので土の足場使ってます。危ないわね。もし落ちたらどうするのよ。塔の四方にツルが伸びてますから、落ちてもどこかで掴まれますよきっと。塔に積んだ収集ブロックはこれで129個となりました。予定では残り20個で、最後がビーコンです。さて今回はここまでです。次回はエンチャントとブランチマイニングです。またレール敷きつつやるの？いえ、エンダーチェストがあるので頻繁に拠点に戻ることないですね。キリが良さそうなところまで一気に掘り進めてみようと思います。では次回、本腰入れて頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。